100円ショップのアイテムを使ってふわふわのパンケーキを作りました。こんにちは、玉おすめれのゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日は100円ショップのアイテムを使ってふわふわパンケーキを作りたいと思います。はい。ということで、以前もね、何回か100円ショップのアイテムを使って、ホットケーキミックスを使ってふわふわパンケーキ作ったんですけれども、今回は薄力粉を使ってさらにベーキングパウダーなしの材料で作っていきたいと思います。ベーキングパウダーなしでもふわっと仕上がるので、最後まで楽しんでみてください。それでは、どうぞ。はい、今日の材料はこちらです。卵、薄力粉、砂糖、牛乳、バニラエッセンス、レモン汁、サラダ油です。こちらの材料で作っていきます。卵はですね、卵白を3つ、そして卵黄を2つ使います。はい、それで今回使う100円ショップのアイテムは2つあります。まず1個目はこちら、おなじみになってきました絞り袋です。こちら100円ショップでね、10枚入りとかなんかそんな感じで売ってるので、こちらを用意してください。丈の長いこういう筒とか、あとはペットボトルとかね、切ったものでもいいので入れやすいようにこのようにセットしておいてください。はい、そしてもう一つはこちらです。菜箸ですね。でこれシリコン状で耐熱用の菜箸になってます。シリコンじゃなくても耐熱用のね、菜箸を用意してください。はい、そうしましたらまず卵を卵白と卵黄に分けます。で大きいボウルとちっちゃいボウルがあったら大きいボウルの方に卵白を入れてください。はい、で卵白は今回ね3個分です。で卵黄の方は2個分使っていきます。あ、割れてしまった。で卵黄はね1個残ります。はい、そうしましたらこちらの卵白は使うまで冷凍庫で冷やしておいてください。はい、それではまず最初に卵黄の生地から作っていきます。卵黄を軽く溶きほぐしましょう。でそうしましたらここに牛乳、そしてサラダ油でバニラエッセンスで、これをよく混ぜましょう。1分間ぐらいねよく混ぜてください。はい、こんな感じでねよく混ぜましょう。よく混ざりましたらここに薄力粉を加えます。ふるって加えましょう。でそうしましたらこれをよくね混ぜます。最初はね粉が飛び散らないように優しくね混ぜてください。ダマダマにならないようにしっかりと混ぜましょう。はい、硬さ的にねこのぐらいです。このぐらいリボン状に生地が落ちてすぐリボンが消える感じですね。はい、このぐらいで卵黄の生地はこれで OK です。はい、それではここからねすごく大事になってくるポイントです。卵白の泡立て具合がね一番肝になってくるので、冷凍庫から出したらまず高速で30秒泡立てます。ちょっとね粗っぽい泡が立ちます。でそうしましたらまずお砂糖を半分加えます。またこちら高速で泡立てます。はい、今ねこのぐらいちょっと柔らかめな角が立つぐらいですね。そうしましたらまたこちらの残りの砂糖を入れてまた高速で30秒泡立てます。今こんな感じです。すごくメレンゲにツヤが出たの分かりますかね。まだちょっと柔らかいかなっていう滑らかな角が立ってます。こっからです。こちらレモン汁です。このレモン汁を入れると泡が安定します。で入れるタイミングも大事で、こうしっかりとメレンゲの角が立ってから最後にレモン汁を入れます。その後に低速でゆっくりと泡立てるときめ細やかでしっかりとしたメレンゲが仕上がります。じゃあこれを入れます。あとは低速で混ぜます。はい、今3分しっかりと泡立てました。すっごい硬い角が立ちます。このぐらいしっかりとね、このぐらいで、もちろんこれねひっくり返してもメレンゲは落ちません。本当にしっかりとしたメレンゲを泡立ててください。はい、そうしましたらねここからも早いですよ。でこちらのまずこの卵黄の生地ねもう一回混ぜます。はい、そうしましたらメレンゲ一すくい入れます。このぐらいカッチカチに硬いです。はい、
混ぜます。でこの1回目卵黄の生地と混ぜる時はお互いの生地をなじませるっていうイメージなので、結構しっかりめに混ぜてください。はい、そうするとねこのぐらいの柔らかさですね。このぐらいです。でそしたらもう一すくいですね。はい、入れます。今度は結構ふわっとこうすくって持ち上げるみたいな感じで10回ぐらい混ぜます。メレンゲの筋がなくなれば OK です。で硬さ的にこのぐらいのとろみです。はい、そうしましたらメレンゲの方に生地をね全部流し入れます。でそうしましたらこれを下からすくい上げるようにこうやって混ぜます。こんな感じでね、はい、下からすくって持ち上げるように、でこうボウルを回しながらこうやって混ぜるとね混ぜやすいです。でふわっと混ぜていきます。はい、こんな感じですね。はい、生地の硬さこのぐらいです。このぐらいポテッとで白身の筋がなくなれば OK です。用意しておいたこちらの絞り袋に入れます。はい、このようにね準備しておきましょう。はい、それでは焼いていきます。フライパンにサラダ油を薄く敷きます。これも綺麗に焼き色をつけるポイントです。でそうしましたら火をつけてフライパンが温まったら火加減弱火にします。絞り袋の口を切ります。でそしたら火加減本当に弱火にしてで絞っていきます。で上にこう高さを盛るように絞っていきます。はい、はい、こんな感じで結構もりっと盛ります。このぐらいですね。はい、でお水を少し垂らします。こちら分量外です。はい、で蓋をしてで7分間焼いていきます。はい、で火加減はね本当にこのぐらい、もうついてるかなっていうぐらいの火加減で OK です。はい、いい感じに膨らんでおります。焼けているか見たいと思います。あ、いい感じに焼けてます。じゃあ裏返します。はい、裏返します。おー、いい感じ。すごいいい感じの焼き色ですね。裏返します。はい、いい感じですね。はい、じゃあ最後こちらですね。はい、こちらもひっくり返します。はい、はい、ちょうどいい焼き色になりました。そうしましたらまた少し水を加えてでまた蒸し焼きします。はい、そうしましたら今ちょうど半分時間が経ったところでここでポイントです。こういう菜箸みたいな耐熱のものを用意してください。で片方にこうやって挟みます。はい、で少し熱い空気をね逃してあげるようにしてください。そうするとねしぼみにくくなります。はい、時間が経ちました。そしたら火を止めて火を止めた状態で3分待ちます。はい、それでは開けます。ドン。おー、いい感じにふわっとしてます。はい、こんな感じでねふわっと仕上がりました。それではねお皿に盛りたいと思います。こんな感じです。そしたら粉糖をかけます。はい、これで完成です。このぐらいのね厚さをキープすることができます。ということで完成しました。こんな感じにふわっと仕上がってます。ということで早速いただきたいと思います。いただきます。ふわふわ。今回ベーキングパウダーなしのレシピをご紹介したんですけど、ベーキングパウダー入れなくてもこのぐらいねふわっとした感じをキープすることができます。ふわっとしてて甘さもちょうどいいです。はい、と
ということですごく美味しく仕上がりました。前回ご紹介したものってホットケーキミックスを使って作ったんですけれども、今回は小麦粉で作ってかつベーキングパウダーなしの作り方をご紹介しました。パンケーキの生地の材料のポイントはサラダ油とレモン汁です。サラダ油っていうのは生地をしっとりとした仕上がりにしてくれます。レモン汁なんですけれども、レモン汁は泡立てた後に入れると卵白の泡が安定してきめ細やかなメレンゲを作ることができます。でレモン汁に関しては入れるタイミングが結構大事です。いろいろ研究したんですけど、卵白を泡立ててから最後の仕上げの時に入れるのが一番卵白の泡をキープすることができます。なのである程度泡立ててからレモン汁は入れるようにしてください。はい、そして焼く時のポイントですね。今回も絞り袋を使いました。絞り袋を使うとセルクルなしでもこういう風にね、まん丸に作ることができます。絞り袋は100円ショップとかにも売ってるので、ぜひこちらを使っていただくといいかなと思います。もし絞り袋がない時はスプーンで生地をすくってフライパンに乗せて焼いてください。あとはですね、焼く時は本当に弱火で焼いてください。ずっと蒸し焼きするとフライパンの中の温度がすごく熱くなって、蓋を開けた時にしぼみやすくなってしまいます。なので少しずつ熱い空気を外に逃してあげることでパンケーキがしぼんでしまうのを少しね、防いでくれます。最後焼き終わった後も急にパッて蓋を開けるとまたしぼみやすくなってしまうので、3分ほどそのまま放置してから蓋を開けるようにしてください。そうすると中までしっかり焼けて、かつふわふわをキープすることができます。ぜひ皆さんも作ってみてください。はい、ということで今日はふわふわパンケーキをご紹介しました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな料理を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしているので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。